ここ2年くらい毎日遊んでいるのに毎月300万円くらいの収入があります。これが私が潜在意識を使って叶えた一番大きなことかな。今の生活は4年くらい前にノートや未来日記に書いていたこと、そのものであることに気づきました。書いたことなどを忘れてました。こんな何の取り柄もない私にもできたのだから、皆さんにもできますよ。お金を手に入れる方法は無限にあるので、お金に対する常識や枠さえ外せれば比較的簡単なジャンルだと思います。多くの人がお金持ちになるという願望をイメージしたりしてるのに、叶っていないのはお金に対して舌のような制限された信念を持っているからだと思います。働いた対価として得るもの、努力や苦労した結果得るもの、労働や商品やサービスを提供した結果得られるもの、お金を得るのは大変。だから汗水垂らして働いて得ないといけない。お金を得るのは難しい。私もこういった信念を持っている間は、ノートに書いたことが叶いませんでした。ノートには未来日記のように叶った状態の1日の行動を書いて、今月の収入は400万円でした。と書いて最後に幸せと感謝を書きました。書いたのは1回のみです。他の人がお金に対してどんな信念を持っていようが、自分でお金に対して定義を自由にして、それを信念とすれば、それが自分にとっての法則として機能します。私は、お金は好きなことをしていれば勝手に入ってくるもの。毎日何をしてようが年収3000万以上入ってくるのが当然。私はそれにふさわしい人間。私にはそういった権利がある。そういった運命にある。という信念を持っているので、私にとってはそれが法則として機能しているだけです。このような信念を潜在意識に強力に植え付けたので、今ではお金は働いて得るということの意味がわかりません。本当に言ってることの意味が理解できないんです。我々が酸素に対して持っている信念と一緒で、いつも周りにあって何をしていようが、吸えば望んだだけ入ってくるという感覚です。働いて酸素を得るって意味がわからないですよね。それと同じです。同様にお金に対して自分の好きなように定義してください。自分の好きな年収を設定してください。何か特定のことで稼ぎたいというのがあるなら投資で3000万とかでもいいですし、好きなことしながら遊んでいながら3000万とかでもいいです。定義したら潜在意識に信念として植え付くまで毎日しつこくアファメーションなどをします。お金というのは好きなことをしてれば勝手に入ってくるもんなんですよ。私は遊んでいて年収3000万が当然の人間なんだ。3000万がふさわしいんだ。私は遊んでいてもお金持ちになる運命なんだ。また今月も通帳に500万振り込まれて、誰が振り込んでくれるんだろう。ポストに入ってたマンションのチラシを見て、たった3000万。何これ安すぎ、一つ買っておくかな、とかわざと大げさに言ったり、俺は毎日遊んでいて、年収3000万稼いでいる男なんだ、と胸を張ってアピールしながら街を歩いたり、などこの他にも何十種類ものことを、何かに没頭している時間以外は、とにかく潜在意識が根負けするまでしつこくやりました。そのうち今の収入に違和感を感じたり、叶ってないのが不思議に感じてきます。そうすれば自分に一番合った方法でお金が入ってくると思います。瞑想やイメージングは全くと言っていいほどしてないです。好きなことをしながら3000万という目標はどう映像にしていいのかわからないですし、イメージしても実感が湧かなかったからです。それに否定的な感情が湧いてきてとてもイメージできませんでした。だからアファメーション中心です。心はなかなか自由になりませんが、言葉は自由になりますからね。とにかく潜在意識の凝り固まった常識や制限や枠を外すことに重点を置きました。制限や枠を外すには、とにかく繰り返しのアファメーションです。受け入れたい考えを何百回も何千回も毎日繰り返し言葉に出していっていると、潜在意識の情報が書き換えられて本当にそう思えてきます。それから潜在意識の中身を逆転させるために、自己啓発系の本やネットの文章を毎日繰り返し読むこともしていました。アファをしながら読むというのがとてもいいです。自己啓発系の本を読んでいる時ってポジティブな気持ちになりますよね。だからそういう時にアファをすると、すんなり入ります。目標などをアファしつつ、良いことが書いてある部分があったら、例えば、あなたが望みさえすればお金は無限に流れ込んできます。と書いてあったら、それに同意するように、そうなんだよ。お金は勝手に入ってきて当然なんだよ、と感情を込めて言います。否定的なものを書き換えるために、とにかくアファメーションと自己啓発系の本を何度も読むことを続けました。CD を聴き続けるのもいいですね。アファをしてから叶うまでの期間は、1、2年の間だと思います。繰り返しをやっているうちに、
潜在意識の中がポジティブなものが多くなって確信の度合いが増えるにつれて、今の生活に近づいていきました。私は超マイナス思考のネガティブ人間だったので、潜在意識の中身を逆転させるのがものすごく大変でした。私の知り合いに、私の1.0倍以上の年収と資産を、自分はほとんど何もしないで数年で作り、他のすごい願望もいろいろ叶えて、毎日好きなことだけをして暮らしている潜在意識の達人のような人もいます。ほんと制限はない。制限を決めてるのは自分なんだなぁと思います。私も本当は彼のようになりたいのですが、まだ慣れてないのは、まだまだ無意識の制限があるからだと思います。私が最も影響を受けて、最も多く読んでいる本はバッシャールです。他の自己啓発本と違って制限された同じ人間が書いた本ではないので、チャネリング本、説得力があって、本当に心に響き、読むと毎回心が自由になります。目から鱗の教えが山ほどあります。お金を稼ぐためにすることが仕事ならば、ここ2年で1日、8時間労働換算で30くらいしかしていません。個人だと税金がすごいので、税金対策のために進められて、一応会社にしています。会社といっても名前だけで社員などいませんが、世間体もいいですし、会計関係は税理士さんに丸投げですし、会社社長としてやっている業務は何もないです。時間があるので、もっとお金を稼ぐことにつながることを含めて、自分の興味がある分野をいろいろ勉強はしています。今から4年前に一人暮らしをする前は、ずっと実家暮らしで、お金がなくなったら半年くらいバイトして辞めるという、ニートのようなことを何年もしていました。最後に5年くらいバイトして一人暮らしで何年か過ごせる分の蓄えを作り、一人暮らしを始めたのですが、始めたばかりの時はほとんど無収入でしたので、ある程度稼げるようになるまでは蓄えで暮らしていました。昔は普通の人以下の本当にどうしようもないダメ人間でしたよ。ずっと対人恐怖症で友達もいなくて、半ばヒッキー状態でしたから、ネガティブなマイナス思考の塊でしたし、心の中では何を考えても関係ないと思っていたので、常に否定的なことを考えていました。ただ、ずっと子供のままでいたい。絶対に働きたくない。お金持ちになって自由な楽園で過ごしたいという、ピーターパンのような願望が誰にも負けないくらい強かったと思います。今の状況は全く関係ないですよ。むしろ状況が悪いほど大きなことが叶う可能性は高いです。状況が悪いほど、何とかして現状から抜け出したいとの強い思いから、真剣に継続してやりますから、ある程度状況が良い人は真剣にやらないんですよ。だからこれだけ自己啓発本が出ているのに多くの人の願望が叶わないんです。私の原動力も今のどうしようもない人生を逆転させたい。絶対に自由になりたいという強い思いからです。潜在意識の中身が逆転するまで上で書いたことなどをできれば起きているときは常にという勢いで繰り返しやってください。中身がすでに好きなことをしながら自分の目標額を稼いでいる人間そのものになるまで繰り返しやってください。最終目標も漠然とアファや紙に書いたりイメージしつつ、好きなことをしながら月収50万とか小さなことから、私も最終目標は億単位ですが、いずれそうなると漠然とイメージしつつ、最初は月収50万くらいからスタートしました。月収50万は比較的簡単に達成できましたが、それ以上は未知の世界で大きな壁がありました。だから上記で書いたようなことを毎日繰り返ししつこくやっていました。やがて私は稼いでいない時から、中身は年収3000万稼いでいる人間そのものとなりました。実際には稼いでいないけど、すでに年収3000万稼いでいると本気で思い込んでいました。ある日、街で昔のバイト先の同僚にばったり会いました。今何してるのと聞かれて、毎日好きなことをしてるだけと答えました。じゃあお金とかどうしてるのと聞かれたので、何もしてなくても、毎月300万入ってくるけど、と平気で答えていました。だってそうじゃないですか。稼いでないなんて言ったらそれこそ嘘じゃないですか。だって私は誰が何と言おうと年収3000万稼いでいる人間なんですよ。だから稼いでいないなんて発言など出てくるはずがないのです。それくらい毎日真剣に取り組んでいました。自分は好きなことをして年収3000万を稼いでいるんだと本気で思い込んでいると、潜在意識は自動的にそれを引き寄せようとします。あることに興味が湧いたり、あることが無償にやりたくなります。ひらめきやアイデアが浮かびます。ある場所に行きたくなります。人と出会って、こういうことをしてるんだけど一緒にやりませんかと誘われたりします。そういったことが全部目標を達成するのにつながっています。
衝動が起こった時に素直に行動することが行動です。ちゃんと潜在意識は自分が好きなこと、興味があること、やりたいことで稼ぐ方法を用意してくれます。ですのでどうやって稼げばいいのかとか、自分の好きなことは何だろうとか、そういったことを考える必要は一切ありません。遊びながら年収3000万と設定しても、遊びながら年収3000万入ってくる仕組みを構築するために、最初の何年かあることに没頭する時期があるかもしれません。でもそれは苦痛を伴う努力ではなく、時間を忘れて好きなことに没頭しているだけです。やったこと、見たこと、聞いたこと、人から誘われたことなど、すべてのことが遊びながら年収3000万につながっています。そうやっているうちに気づいたらいつの間にか自動的に達成しています。質問。これからも継続して300万円は死ぬまでずっと毎月得られる予定ですか？答え。今の収入が継続して一生入ってくるかどうかということは全く頭にありません。年収が今の数倍になるというイメージはあります。そして大きな資産を作って資産を運用するというイメージがあります。安定して6%、7% くらいの利回りになる投資は結構あるので、3億円があればそれだけで毎年何もしないで1800から2100万円入ってきます。海外の預金なんか利子が 5% のところとかありますよ。3億を預けておくだけで毎年1500万です。投資は資金が大きいと有利なので、現在資産を構築中です。質問。199さんの中で一番強力なアファはありますか？答え。なぜか知らないけど毎月〇〇万入ってくるというアファメーションです。ただ、〇〇万稼ぐとか、これこれで〇〇万稼ぐとかのアファだと、〇〇だから無理と潜在意識ができない理由を見つけて抵抗してきますが、なぜか知らないけど、と付け加えると潜在意識の抵抗がほとんどないからです。抵抗が来ても、それでもなぜか知らないけど入ってくるんですよ。と畳みかければおとなしくなります。質問。もしかしてネットワークビジネス系、マルチのお仕事ですか？疑問符。答え、全く違います。その他、違保証のあるものでもありません。働かないでクリーンにお金を得る方法など無限にありますよ。キティちゃんみたいなキャラクターを考えて、使用権を企業につき500万で契約なんてことだってできますし、発明や特許もそうですし、地主とかも働かないでお金が入ってきますよね。道に迷っている外国人を親身になって助けたらそれがアラブの石油王で、お礼にポンと10億円もらうなんてことだってありえない話じゃないですよね。働かないでお金を得るというと、そういった発想に行き着いてしまうこと自体、お金に対して制限や否定的な感情を持っているからだと思います。ただ、お金さえ稼げれば何でもいいとイメージしてると、変な稼ぎ方を引き寄せてしまうかもしれません。もしくはお金は稼げても、そのせいで不幸になってしまうかもしれません。ですので私は幸せなお金持ち、お金を払ってくれた人も満足して幸せ、私がお金持ちになったことで周りの人も幸せになる、世の中が良くなっていくというイメージもしています。稼いだお金は他人が喜ぶことに使ったり、寄付したりもしています。こういったイメージも取り入れておくことで、人に喜ばれる稼ぎ方が引き寄せられますし、お金を得ても幸せでいられると思います。このことはよく潜在意識関係の本にも書いてありますので、皆さんも知っていると思います。言葉のいいところは完全に自分の自由になることと、毎日繰り返し言い続けた時のパワーが強力というところです。毎日繰り返ししつこく言ってお金に対する制限や否定的な信念を逆転させ、自分は年収〇〇万稼いで当然というセルフイメージを植え付けてくださいね。その信念が植え付けられれば、あとはお金が入ってくる行動を取らされてしまうしかありません。何かをしながらとかぼーっとしているときは、ただブツブツつぶやく感じ、アファだけを真剣にやる時間は、感情を込めて心からそう思い込んで力強く、という感じでしょうか。質問。叶うまでの1、2年の間は、無職だったんですよね。間違ってたらごめんなさい。お金に困らなかったですか？答え。叶うまで全く稼げなかったわけではありません。一人暮らしをして、半年後くらいには、月50万くらい稼げるようになってました。この頃は毎日遊んでいたわけではなく、ちゃんと仕事、お金を稼ぐための作業をしてました。潜在意識チャンネルプレミアムでは、本当の引き寄せの法則を教えています。有料級の話をしています。概要欄にリンクを貼りましたので、ぜひポチってみてください。それでは次回の動画で会いましょう。